勤通学中の皆様おはようございます。フクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ジョニー・デップからの話題になります。なんと、ついにジョニー・デップがハリウッドに本格復帰いたします。今回、アメリカカリフォルニア州で開催されましたサンディエゴコミコンにジョニー・デップが予告なしにサプライズで登場しました。これは自身が主演しますクリスマスキャロルのプロモーションだったんですが、ついにこのジョニー・デップがハリウッドへ本格復帰することが決定したんですね。すると、これが非常に面白くない左派メディアがジョニー・デップを現在攻撃しておりまして、今後のジョニー・デップへのメディアのスタンスというのが垣間見れる状態になっています。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということでこちらね、見えておりますが、なんと皆さん、ジョニー・デップが今回ハリウッドへ本格復帰します。これがですね、サンディエゴのコミコンで大々的にプロモーションされまして、現在ね、予告編も公開されているんですが、かなり反響は大きいようですね。そんな中、ね、当然このジョニー・デップはメディアからの攻撃の的になっているわけですよ。もうこれにつきましてはね、ぜひこちらの動画ご覧になってください。もうほとんど全てがわかるんじゃないかなと思います。日本ではあまり伝わってないようなね、事情なんかも全て解説しておりますので、ぜひね、一度こちらご覧になってください。ジョニー・デップは元妻でありますアンバー・ハードから DV を受けたと糾弾されておりまして、ワシントンポストの記事が原因で、全世界が注目した裁判へと発展していったわけですね。で、その後もですね、この裁判につきましては、ジョニー・デップのファンはね、デップが敗訴したイギリスの裁判は不正が行われたんだ。そして、アンバーの支持者たちはアメリカでの裁判、結果を全く信じていないということで、これ現在もですね、論争が続いている。そんな状態にあるんですね。で、このジョニー・デップに関しましてはですね、数年前から映画にはね、復帰をしていたんですが、今回改めて大手スタジオのハリウッド作品に出演するということで、こちらが大注目されているというわけなんですね。で、もうちょっとこちらね、すでになぜかね、ジョニー・デップとトランプが並んでおりますが、こちらから見ていきたいと思います。ジョニー・デップ、エベネザー・スクルージ姿でサプライズ登場。コミコンでトランプ関税をネタにしたクラックス・ジョーク。ということで早速ですが、こちらですね、クラックスとあります。こちらが本日のキーワードになります。Crack。何かを完全には壊さず、表面に細いひびだけが入るようにすること。またはそのようにひびが入ること。ということでこちらのね、クラックというのは割れ目という意味になります。動詞の場合はひびを入れる。こういった意味ですね。で、今回はですね、こちらです。クラックジョーク。これでジョークを飛ばすという慣用句なんですね。これ非常によく出てくる慣用句です。じゃあなんでね、この割れ目が飛ばすになるのかと、こういう話になってくるんですが、こちらね、この下ずっと見ていきますと、ここにあります。突然短い音を立てること、または何かにそのような音を立てさせること。ということで、このね、クラックには、その割れ目以外にね、パチっていう音、こういう意味もあるんですよ。で、これがね、勢いよく何かがパチンと放たれる。こういったイメージになり、ジョークをポンと放つ。こういう使われ方をするようになったと。これ大体ね、17世紀頃からと言われているようですが、もうこの頃からジョークを放つという使われ方をするようになっていたんですね。なので今回の見出しを見ていただいてもね、こちらクラックス。そしてここにジョークがありますね。で、この間にトランプ関税ということで、トランプ関税ジョークを放つ。こういう意味になるわけですね。ということで、こちらは、ジョニー・デップ、エベネザー・スクルージ姿でコミコンにサプライズ登場。トランプ関税をネタにしたジョークを飛ばす。ジョニー・デップが毎年開催されるポップカルチャーの祭典にサプライズ登場し、主演する新作映画、エベネザーを PR した。デップはエベネザー・スクルージになりきったまま、仮装した出演者やファンと交流した。サンディエゴのガスランプクォーターにあるフィフスストリートのクリスマス風に飾られた囲いの中で、デップは老人メイクとビクトリア朝風の衣装をまとい、パイレーツ・オブ・カリビアンのジャック・スパローを思わせるイギリス英語のアクセントでクリスマスを否定するような言葉を口にしながら歩き回った。ということでね、こちらでは何が起きたかと言いますと、今回ですね、ジョニー・デップが先日開催されましたサンディエゴのコミコンにサプライズで登場したんですね。これね、予告されてませんでした。ほんとサプライズだったんです。で、これはね、今年11月に公開されます。こちらですね、エベネザー。これね、放題がクリスマスキャロル3人のゴーストたちになるそうです。ちょっとね、このタイトルどうかなと思いますが、つまりは非常に有名なクリスマスキャロルの映画化ということですね。これまでほんと定番中の定番の題材となっておりますので、皆さんもね、聞いたことあるんじゃないかなと思います。で、まさにね、この3人のゴーストという映画が、ビル・マーレ主演で1988年にあったでしょう。現代はね、このエベネザーというスクルージの名前になっているんですが、放題はクリスマスキャロル3人のゴーストたちになると。
で、ちょっとね、映画の概要から見ていきますが、まずね、監督、タイ・ウエストですよ。皆さんご存知ですか？これね、ホラー映画の監督です。キャビンフィーバー2とか、VHS、あと ABC of Death とかね、このあたりで非常に有名な監督。皆さん知ってますか？ ABC of Death。これはね、A から Z まで、これ全部じゃないんですけどね、そのアルファベットをタイトルにしたホラー映画の詰め合わせになっているんですが、F を担当したのがね、井口昇監督なんですよ。で、これね、F、ファート、おならというタイトルで、もうおならを題材にしたエヴァンゲリオンみたいな話になっておりまして。もうエヴァンゲリオンも違う意味に聞こえてきてしまいますが、本当に頭がおかしい作品でしたね。で、この中でタイ・ウエストは M を担当しています。ドクターね、タイ・ウエストといえば、サクラメント、宗教のカルトを題材にしたホラー映画で、これもね、素晴らしかったですよ。そんなタイ・ウエストが今回ね、ジョニー・デップ復帰作の監督を務めると。で、キャストもね、非常に面白くって、ジョニー・デップはもちろんいますね。そしてここですよ、はい。ルパート・グリーンと出てます。あとね、この下、デイジー・イドリですね。そしてここね、イアン・マッケランも名を連ねていると。じゃあこの映画のスタジオどこなのと言いますと、こちらですよ。パラマウントなんですね。このあたりもね、さすがだなというような感じはしましたが、ネットフリックスとね、バチバチやり合っております。パラマウントがスタジオになっています。で、これに合わせましてこちらにね、予告編が公開されているんですが、これね、概要欄に貼っておきます。ぜひご覧になってください。もうこの作品が、このジョニー・デップの復帰というのを意識しているのかというのが、よくわかるんじゃないかなと思います。もう一発目のセリフが、戻れてよかったようですからね。It's good to be back. これはもう完全にそういうことでしょ。そうなんですよ。ここね、ジャック・スパロー、エドワード・シザーハンズ、ジョニー・デップが戻ってくるぞ。つまりこの予告編というのは、映画のプロモーションというのはもちろんなんですが、ジョニー・デップの復帰ですよ。これを強調している予告編になっていると。で、これね、さすがホラーのタイ・ウエストだなと思ったのが、これですよ。ジョニー・デップがね、このベッドに、こんな感じで、吸い込まれていくんですね。これはね、エルム街の悪魔に、実は若い頃のね、ジョニー・デップが出演しておりまして、ここで、ベッドに吸い込まれるというシーンが、非常に有名なんですね。これをね、やってるの、ここでも。このあたりも含めまして、ほんとね、素晴らしい予告編ですよ。現在ですね、こちらすごいですよ。1800万回再生されておりまして、6800件のコメントがついています。おかえりジョニー、大スクリーンであなたの才能をまた見られるのをずっと待っていたよ。この物語はもう何度も語られてきたけど、ジョニー・デップがやるなら少なくとも興味は湧くな。ルパートだ。キャストにワクワクしてるよ。ジョニー・デップが戻ってくる。ジョニーおかえりなさい。本当に会いたかったよ。この予告編は最初から最後まで、ジョニー・デップ好きでしょと言っている。この方も言ってますね。本当にベッドに食われる役から逃げられないな。こういう映画って本当にジョニー・デップぴったりだよね。ということで、ここにはね、大量のコメントが寄せられているんですが、ファンがね、この予告編に大歓喜していると、こういった状態になっているんですね。じゃあ先ほど見出しにありました、トランプ関税って何なのっていう話なんですが、ジョニー・デップね、ちょいちょい以前から、トランプに関してはね、いろいろジョーク言うんですが、トランプをガキって言ってみたりね。こちらにありまして、デップはトランプ大統領による大規模な関税政策を思わせるジョークを飛ばした。それは私の敷地だ。つまり私の所有物なんだ。と彼は言った。そこにあるだけで税金を払うことになる。だってみんなそういうものにお金を払わなきゃいけないからね。門にも関税をかけるんだ。というようなこのジョークをね、ジョニー・デップ去り際にさらっと言うんですね。でもね、ほんとただこれだけなんですよ。なんですが、これね、非常に面白いのがこちら、デイリー・ビースト。これね、左派メディアです。見出しがね、全然変わってくるんですよ。ハリウッドスターサプライズ登場、ジョークでトランプを痛烈に批判。ということでこちらね、クラッカージョークではなくって、ここね、burns。つまりは火傷という意味ですよね。ただジョークを放ったではなくって、もう一歩踏み込んでね、つまりは火傷をするくらい痛烈というようなニュアンスなんですが、こき下ろすとか批判する、皮肉る、このようにしてジョニー・デップを利用しトランプを批判すると、こういう記事になるんですね。で、ここからね、こちらにもありますが、この記事ね、ジョニー・デップ復帰の記事なんですが、このジョニー・デップがね、このトランプ関税を批判している、こういったスタンスで書かれています。で、ここ面白いのがね、先ほどこのスタジオパラマウントと言いましたね。そうするとわざわざここでね、デビッド・エリソンが所有するパラマウントとこれをいちいち書いてるんですね。何か関係あるって話ですが、この名前を出したいわけですね。ということで、このジョニー・デップというのは反トランプだという形で、ハリウッド復帰というのを利用したいと、こういうのが透けて見える構成になっていますよね。で、もっと露骨だったのがですね、こちら、コタクです。日本語由来の名前を持ちながら、日本が大嫌いというね、このコタクですが、もうこの記事がですね、やばすぎるということで大変話題になってます。ジョニー・デップが7月のコミコンでクリスマスキャロル前日短を宣伝しているなんて本当に恥ずかしい。ということでね、こちら、ここに署名されておりますが、コタクのスタッフライターということで、このザックという人が書いている記事、もうそのスタンスがね、非常にわかりやすくって、過去の記事を見てもね、こちらすごいですよ。はい。オデュッセイアですね。これを題材にネット、特に右翼ですね。これを攻撃している。というようなスタンスの人。コタクなんでね、そうなるでしょうが。
で、ここね、この込み出しもまあほんとすごくって、デップはかつて大作映画の主演を務めていたのに、今ではパブリックドメイン、つまりは著作権の切れたキャラクターの格好をして落ちぶれてしまったと言っているんですね。そしてここではね、恥ずかしくて痛々しい、再び人気者になろうと必死な年老いた俳優らしい姿そのものだということで、すごいでしょ。もうこの人ね、もうジョニー・デップが嫌いで仕方がないんですね。これは一応ね、コタクから出ている記事という体裁にはなっていますが、もうこのザックさんの個人的な恨み、憎悪、これによって書かれた記事になってるんですね。これほんとすごいんですよ。これは一連の裁判や虐待疑惑、薬物、アルコール問題、その他の法的トラブルを経たジョニー・デップにとってハリウッド復帰を目指す大きなチャンスだ。だが、誰もデップを再びパイレーツ・オブ・カリビアンのような大型フランチャイズに起用としていないのは象徴的だ。スター・ウォーズから声がかかることもなければ、彼の素顔をポスターの前面に押し出すような映画もない。その代わり、復帰作として与えられたのは、誰も求めていないクリスマスキャロル前日譚で、老人メイクを施し、何枚も冬服を重ね着して、スクルージを演じる役だった。そしてここです。幸運を祈りたいところだが、そんなことを言えば嘘になる。ということでね、もうはっきりと自身の像をここに示して、この記事が締めくくられているというわけなんですね。まあ非常に象徴的だったのはね、このザックさん、これだけの像というのをあらわにしておりますが、実際ね、ここディスカッシングフィルムのね、ポスト、この時の模様というのが映し出されているんですが、まあそれはとんでもない熱狂となっておりまして、実際起こっていることと、この記事の内容の乖離というのは、本当にね、凄まじいものですよ。ただ、ここでね、一つだけはっきりと見えているのは、このような編集者というのが、こういったメディアに大量に潜んでいて、今後このジョニー・デップ、今年の11月にね、ハリウッドに復帰しますが、こういったメディアから総攻撃を受けていくと、これはほぼ間違いないので、ぜひね、今回のこの件というのは、覚えておいてくださいね。いわゆる批評家と呼ばれるような人々が、この映画をどのようなスタンスで評していくのか、どれだけ酷評していくのか、このあたり注目していくといいんじゃないかなと思います。もうすでにジョニー・デップがコミコンに登場したというだけでこうなるということです。ではね、こちらディスカッシングフィルム、引用欄見ていきましょうか。すごいですよこれ。いきなりこれですからね。ザ・サンが掲載したワイフビーターというね、これによりザ・サンをジョニー・デップ訴えましたが負けたんですよね。これを掲げていると。じゃあね、この人誰なのって話ですよ。オフスクリーンセントラルという映画メディアの編集長です。ね、皆さん、もう始まってるんですよ。で、この下ね、これは大げさじゃない。本当にこれまで見た中でも5本の指に入るくらい痛々しい出来事だ。関わった全員にとってね。じゃあこれ一体誰なのと。この人ね、映画ライターでフリーパレスチナ、F ターフと。このね、ターフというのはトランスジェンダー排他的ラディカルフェミニストと、このようにね、訳されますが、女性スペースからトランスジェンダーを排除しようとするフェミニストのことです。だから JK ローリングとかがね、よくこれ言われますが、つまりこの人はフリーパレスチナ、そして反ターフを掲げる映画ライターと。そしてね、ここにもいますが、なぜ誰も彼にトマトを投げないんだと。じゃあこの人誰なのという話ですが、はい、ここ、わかりやすいですね。私はアンバーハードの味方ですと。いうことで、ハード支持者なんですね。というようなことで、このディスカッシングフィルムのね、このポストの引用欄は、こういうメディア関係者やハード支持者たちが集まってですね、現在このジョニー・デップを袋叩きにしていると。こういった状態になってるんですね。はい、ということで本日はですね、先日行われましたコミコンで、ジョニー・デップがサプライズ登場いたしまして、自身のハリウッド復帰作を PR したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回ね、ジョニー・デップのファンはもちろんこのニュースで大盛り上がりをしているわけですが、もう現在すでにですね、この映画11月公開ですが、7月の時点でメディア関係者、そしてアンバーハード支持者たちはネガティブキャンペーンをスタートさせているということで、おそらくですね、今後も日本にはね、こういった文脈までは伝わらないと思うので、いなくもないんですけどね、女性の映画ライターさんでいましたよね、この件を追ってる方。ジョニー・デップの件ね。その方がね、もしかしたら、このあたり日本語でね、まとめてくれるかもしれませんが、猿渡さんでしたっけ？いましたよね。なかなかね、こういうのって伝わらないと思うんで、ちょっと今回の件はね、頭の隅に入れておいてください。そして11月、この公開前に様々な表というのが出てきますが、凄まじいバイアスがかかっているというのはもうほぼほぼ間違いないので、そのつもりで見ておくと、来たなと思うかもしれません。ぜひね、これにつきましては、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。